皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型が私の先手でね、五間中飛車に進みました。最後までごゆっくりお楽しみください。早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私の先手番で7六歩、8四歩に5六歩とね、中飛車を今回指してみようかなということで、五間中飛車のスタートですね。5六に対して8五歩、7七角に3四歩と、まあ後手のね対策もいくつかありまして、5四歩とついてね、5五歩と位を取らせない指し方もあるところですね。まあどちらもあるところです。どちらがいい悪いというよりね、ある程度作戦の岐路といったところですかね。実際は3四歩でしたので5五歩と、5筋の位を取りまして、6二銀に5八飛車と5筋の位を取ったね中飛車ですね。はい。で、4二玉、4八玉、3二玉、3八玉と、玉をねお互い囲っていきます。で5二金右と上がりましたね。ここではですね、4二銀と上がりまして、6一金型のままね、状況に応じて銀を6四歩、6三銀、7四銀といった感じ、あるいは7四歩、7三銀という感じでですね、6一金型のままね、急戦をする手もあるところでした。実戦は5二金右とね上がりました。で5二金右に対して私6八銀と、ここもね、この辺りは本当ね、細かくいろいろ作戦が分かれるところですね。3三角と上がって、持久戦、穴熊、美濃囲いといったね形を目指す手もあるところでしたけれども、実際4二銀と上がりましてね、船囲いからの急戦策ですよね。で4二銀に対して、私は5七銀と、私の方もね、何気ないところですけれども、左の銀のね活用をね急いでるわけですね。この2手6八銀5七銀のところで2八玉3八銀と、美濃囲いをね急いどく指し方もありますよね。この場合は美濃囲いが完成するというのはメリットですけれども、この左の銀のね動きが少し遅れるというのがデメリット。どちらもあるところです。実戦は、この銀に2手ね5筋の位を確保を急いだ指し方ですね。で5七銀に対して、後手3三銀と、これがね、ちょっと矢倉の早囲いの格好なんですけど、対先手のね中飛車、あるいは後手中飛車5筋位という中飛車に対して一つの形でして、実質見られるように4四銀とねここに銀を上がることで、角と銀でねこの5筋の位にプレッシャーをかけていくというのが、作戦の軸になっていきます。3三銀に対して、5六銀と。ただ本局はですね、美濃囲いよりはですね先に5筋の位をキープしたので、この手に対して若干対応しやすかったという意味あるかもしれませんね。例えばこの手の2手が先ほどのこっちの2手ですと、この3三銀の時に意味合いが変わってきます。これちょっと上級者向けですよ。上級者向けの話です。この時にですね、さっきは銀が2手だともうすぐ5六銀なんですけれども、この場合に今からこう4八銀と上がると4四銀の時に含みが違うんですね。これ4四銀と出られると5七銀と上がると5四とね歩を取られちゃうのお分かりいただけますかね。これね飛車の利きが止まった瞬間にといって、もちろんこの段階ですぐにね、歩を取ってくるのは飛車角が守ってますけど大丈夫なんですが、この銀がね前に出てきにくいんですね。5七銀と上がれないといって6六とつけば今度はこっちね角道が止まって取られてしまうということで、ですのでこれちょっと上級者向けといったのは、今のね変化が含みでして、この2手がね美濃囲いを急ぐと王様が囲い安定するんですけれども、5筋の位にこう圧力をかけられた時に左銀の活用が間に合わなくなる可能性があるってことですね。実戦は2手5七銀まで上がっているので、3三銀に対して5六銀とね自然にね援軍を送ることができたんですね。で4四銀に対して4四銀と上がった時に対して、これからね2八玉と、微妙なね手順の入れ替わりなんですけれども、先に銀をねキープしていたことによって、先手ある程度楽にね中央を支えることができたとも言えますね。で2八玉に対して7四歩、3八銀と上がりまして、7三銀と、この状況ですとね後手も圧力を5筋の位にかけてますけど、飛車角銀でガッチリ守られてますから、もう1枚銀をね出していって、理想だけいけば6四銀7三桂となればね、後手も角銀銀桂飛車とね全軍躍動の形になりまして、先手のね中飛車に攻撃する形が整ってくるわけですよね。
ただですね、まだこの段階ではまだ7三銀の段階ですので、先手にね対応する手がね生じました。4六歩と、まだね銀が6四まで出てきてませんから、この4六から4五歩が効いたのがね本局一つのポイントになりましたね。ゆっくり組むだけでしたらね、例えば1六歩1四歩6八金みたいなのあるんですけどね、こういう感じですと後手の今言ったように6四銀が間に合ってきますので、この5筋がね好形になったからといってね安心してるんではなくてね、さらに得はできないかと。やはりこの銀がね出てきて先手からすると少し気になる存在ですので、その銀を追っ払ってしまおうということですよね。で4六に対して1四歩、この手に対しては4五歩と追いまして、4五歩に対して3三銀と引かせておいて、1六と。どうですかね、形勢は難しいです。このね2手、この手が銀を追っ払って先手の手得なんですけれども、この2つの手がある程度ここにがね隙ができたという考え方もあるところなんですよね。ですので、本局この後ね持久戦に進んだので、結果的に手得が非常に大きな展開になりました。この時にね後手から動く手がなかったのが相手の方としてはちょっと辛いところだったかもしれません。3三銀に対して1六歩で9四歩と突いたんですけれども、6五銀とね先手もね今ちょっと追っ払って安心したところなんですけど、9六歩と受けると今言ったように6四銀と出られた後に、こちらの方で戦いになった後にね、例えば桂馬などが手に入って、4六桂のような手が出てくると2手かけて追っても傷になるというね、さっき言った手になってくるわけですよね。ですので、先手もね今せっかくこの銀を手得して追っ払ったので、なんとかして後手のね仕掛けを封じたいわけですよね。ですので6五銀と出まして、この手はね5四歩と攻めていく手を見せてるんですけど、実はこう出ることで相手の6四銀を封じてる受けの手でもあったりするんですね。これ出てってもちろん5四歩を狙ってるんですけれども、実戦は6五銀に対して4二銀とね受けて、これ柔らかい受け方ですね。角筋を通しまして5四歩なら角を交換してね、後ほど飛車先を攻撃反撃する。例えば3七角成、同桂、5四歩、同銀、5三歩、6五銀、8六歩ですね。これちょっと一つの例なんです。こう進むと先手も忙しい局面ですね。ですので6五銀と出てね、5四歩ぞ、もちろんこれ銀を引かなきゃいくんですけれども、銀を引かせておいてこうしておいてからね6八金と上がって、相手はまだね6四歩で追ってきたんですけれども、5六銀と引けばこれ面白い手順ですよね。また先手も手損するんですけれども、後手にさらに銀を引かせましたし、あと6四歩と突かしたのが大きいんですね。これ突いてないと6四銀から7三桂っていうのは非常に嫌な形、あるいは6四銀から7五歩っていうのは嫌な形だったんですが、突かせるとねもちろん進軍できなくなるので、ですので6五銀というのが攻めを見せながら実は守りの手だよといったのはそういったところですね。でここでですね、6二銀で引いたんですけど、どうでしたかね。6二銀で引きますとね、本局のような超持久戦ですよね。ここも銀が全部撤退していく感じなので、めちゃめちゃゆっくりと将棋になるんですが、8四銀と出てね、動きを見せた方が後手としては良かったかなと思いますね。こう出てこれでね別に優勢になるというわけじゃないんですけど、先手としてもね結構苦労が多いというかね、どうやって、受け切るか。6六角と上がるとこのね7五防げるんですけど、9五銀という手がちょっと気にはなりますよね、棒銀の手がね。9六ですと7五歩という感じでね、もちろん先手もねこの形すごい整ってますから不満があるわけではないんですけど、どこかで例えば相手が攻めてきた時に先手も5四歩とついていくような戦いになったと思うんですよね。戦いになった方が若干ね先手が今手得をちょっとして模様がいいところなので、戦ってしまった方がね難しかったかなと。実際は6二銀で引いたんですけれども、これですとね駒が撤退する格好なんで本当に超持久戦になりました。6二銀に対して5七金、7三桂に6六とついてね、で6三銀に4七金、ここまで来ますとね4五歩の形がいい形になりましたよね。で9五歩、3六歩と、先手はね6五歩と突かれても同歩でいいですし、どこからぶつかるところがないですからじっくり駒組みが進められますね。で1三角と上がったんですが、5九飛車とね、これはね、振り飛車ならではの軽い受け、ちょっとね指し慣れてないとドキッとする受け方ですけれども、よく見るとなる場所がないと。で逆にね次1五歩と角の頭を狙う手がありますので、後手はね2四角と上がったんですが2六歩とついて、これはちょっと先手がね作戦勝ちになりましたがね、じっくりとした駒組みなんですけれども、一つ大きいのが、最初もともと先手が手得してたんですけど、
駒組みのね進展性が違うんですよね。これ先手の方って、この後見ていただくかなんですけど、まだ銀冠にねもう、さらにパワーアップしていくんですよね。で後手の方は船囲いというか、これは急戦でね戦う時はすごいなんていうんですかね、コンパクトに囲えるんですが、これ以上ね駒組みを発展させるというのは難しくて、その進展性のね差がね結構この後出てきます。2六に対して3三角とね引けたんですが、3三7桂と自然に駒をね使いまして、8一飛車に2七銀とで2二角と引いたんですけど、3八金とかってどうですかね。なんか先手ばっかり駒がね、後手の方はあまり駒が変化してませんといって、これをねさらに動かすっていうのは難しいんですよね。ですのでこれははっきり先手の、作戦勝ちとなりましたね。で、3八金に対して、3一金と迷ったんですが、2五歩とつきまして、4一玉とね、動くところはないので、待機ですよね。で、例えばですね、一例挙げますと、何か強引にね5四歩同歩同銀って例えばですね一例挙げますとこういう手もあるんですが、こう動いてしまうと陣形の差が起きて6五歩のような手でもね結構さばかれちゃうんですよね。これ角交換すると7二角という傷がありますし、もう先手の方がね鉄壁すぎてねこちらの攻めがもう間に合わないような感じになってしまうので、なるべくね駒がぶつからないように我慢するという指し方なんですけど、これは辛いですよね。先手の方だけ一方的に形が良くなるのでね。で4一玉に対して9八香と一回ね角道を避けるよ手をやっといて、3二金に6八角と、この辺りからね先手の私の方の局面のほぐし方をねぜひ皆様ね参考にしていただければなと。せっかく模様が良くてもね無理に動いてしまって逆転負けての将棋ではありますので、相手が我慢に我慢を重ねて、動いてこない時に、例えばですよこれ強引に6五歩同歩5四歩とかこういう手はねあんまりできればやりたくないんですよね。もうなんか強引に突っ込んで交換していくっていうのはね、具体的に言いますと例えば5四同歩2二角成同金とね、もちろんこれで戦ってもね硬さに物を言わしてなんとかなっちゃう時もあるんですけれども、こういうのはちょっとねあまりにも自分の方から突っ込んでいき過ぎですね。ですので理想は相手になんていうんですかね、ポイントこちらどんどんポイント上げてしまうからいいんですかと言ってね、向こうが動いてきたところをカウンターするのが一番戦い方としてはいいと。なのでね実は6八角と引きまして3三銀に7九飛車というのが、これがね地味な動きなんですけれども非常にねポイントを稼ぐテクニックですよね。こう飛車を転戦しまして、6二金に7五歩と同歩同飛車と取りまして、これね不交換が大きいんですよね。一歩なんていうんですかね、リスク少なく、先ほどの前提上はねもう6五歩5四歩というのは先に先手の方がどんどん歩を捨てていく攻めなんですけど、これはもちろん相手の王様を潰す手ではないんですが、8四飛車に7六飛車7四歩に7七桂と、どうですかね。少しずつさらに駒がねほぐれてきたのお分かりいただけますかね。先ほど先手の形はこういう形でしたから、この形から飛車が7筋に転戦して遊んでいた桂馬を使えて持ち歩を持っているということでどんどん条件を良くしていくわけですよね。でその間後手の方はやはり動く手が難しいということで待機ということでちょっとずつねポイントを稼ぐ感覚皆様お伝えできるかなと思います。で5二玉と上がったんですが6五歩とね満を持して仕掛けまして、これですとね先ほどと違って損をする攻めじゃないですよね。同歩なら同桂、同歩と取って同桂と取ってねちょっとずつポイントを稼いでいきます。同桂同銀とで6四歩に5六銀と、どうですかね。陣形の乱れもなく駒を損することもなく駒を少しずつさばいていくということですね。で、5六に対して4二銀と、相手の方も非常に粘り強いですよね。何か暴発なんか動きたくなるんですけど動いてしまうとかえってね負けを早めるということでじっくり我慢してなんとかね先手が慌てれば逆転するという状況をね作ってるんですけどね、陣形を乱さずに待機してるんですけどね。で、4二5七角と上がりまして8一飛車と、そして6五歩と、ここでようやくねはっきり、指しやすいかなと、もちろん作戦勝ちはね意識していたんですけれども、この6五歩が回ってねこれでようやくね局面がすっきりしてきたなという感じですね。先ほどまでねどこでぶつかっていくのか見通しが立ちにくかったんですけれども、桂をさばいて歩を2枚持ったことで明確にね攻めるポイントができてきたんですね。同歩同銀から7子を狙うと。
で6五歩に対して7五桂と、まあ、同歩ですと同銀と取って7四銀が受けにくいので、まあ、7五桂はクリンチの一手なんですが、6六飛車と、これもテクニックですね。飛車先をこう止められて桂馬などでね防波堤を突かれた時はすぐね矛先を変えると、すぐこう矛先を変えることでこの桂馬が一転してね遊び駒働きが弱い駒だったのがねお分かりいただけるかなと。ずっとこのままですとね打った甲斐があったなってなってしまうんですが、こうスッと寄ることでこの桂が一瞬にしてね使いにくい駒になってるのがお分かりいただけるかなと。で、6五歩と取ったんですが同銀と自然に進軍しまして、まあここはもうしょうがないですね。ずーっと相手の方辛抱に辛抱を重ねてきましたけど、もう次は6四歩が受からないですし、逆に打っても同銀同銀同飛車でもう止まりませんから、もうここまで我慢してしょうがないですね。5五角と出たんですけど、陽平書いた方ね反撃なんですけども、これはしょうがないですね。もはや反撃というか、まあやむを得ずもう行くしかなくなったと、まあこういう展開がね、作戦勝ち模様がいい時は一番理想ですね。相手の方こう相手に出てきてもらうと、出てきてもらうことで6四歩と打って7二銀に7四銀とね進軍しまして、もちろん飛車は取られるんですけど、飛車が取られたら同角と取れば自然に桂香両取りになるとね。まあこういうふうに相手から出てきて交換してもらった方が自分から突っ込んでいくより、効率よく戦えます。で7四銀に対して、7三歩と、まあ必勝抵抗ですね。取ってしまうとすっきりしてしまうということで頑張ったんですが、6三歩成同金、まあ、これで同銀ですと同銀成同金に7二銀が通段になるんでね、まあ、相手の方も苦しい中でね同金と取って同銀成同金は、まあ、最大の頑張りですよね。決定打を打たせないで頑張るんですが、次の手が気持ちのいい手でしたね。6五飛車と、まあ、勝ち将棋鬼のごとしなんて言いますけど、ぴったりですよね。こう打った桂馬と出てきた角をこう両取りにして、まあ、これはもうちょっと勝負ありですね。こうやっても角がなっても桂馬取られちゃいますからね。実戦は、6四銀打ちとね、まあ粘ったんですが5五飛車とバッサリ切って同銀に7五角とね、まあ絶好調ですよね。駒はねと交換して、まあ先手の陣はね飛車を渡してもびくともしない美しい銀冠ですのでね。で、7五飛車に7飛車と。相手の方も本当にね、まあ、形勢ずっと作戦勝ちが苦しいんですけど濃密でね頑張ってるんですが、7八飛車として6四歩と、これが決め手ですよね。これに対して6四に対して、同銀とね取ると同角同銀にここに打つ手が痛烈な一手で、角と金を持ってますとね6三角から詰みとあと飛車取りで詰めの飛車取りで、先手陣はね角を渡しても何も手がないのでね必勝形です。まあ、実戦は6四歩に対して7四銀とね上に出たんですが6七桂と、まあ、この手が厳しい手ですね。6七桂で7五銀と取ったんですが6三角と、まあしょうがないですね。相手の方も、まあ、この角打ち、まあ、通が決まってしまいましたが駒がなかったということでもうねやむを得なかったと思います。で6二玉に8一角成と、取ったところでね相手の方の投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、戦型がですねご覧いただいた通り先手後見のかもしれない将棋だったんですけれども、まあ、将棋はですね作戦勝ちになることはね、まあ、皆さん指してあると思うんですけど、その作戦勝ちから具体的に優勢勝ちに持っていくっていうのは非常に難しいんですよね。もっと言うとねプロ棋士であっても作戦勝ちからあっさりね逆転ちょっと苦しくなるところがよくあるんですよね。将棋はそれだけ難しいと。で本局はねそういった作戦勝ちあるいはね、自分の駒のね働きがいいといったところから具体的にどうやってね優勢になり、あるいはね勝ちに持っていくのかというところをね重点に、解説させていただきました。この動画が良かったので方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。